はい、こんにちは。山下夏美です。今回はサイズのあった2日間の映像をまとめていきました。まずは2月8日の日曜日。大雪の後の平塚生コンポイントとなってます。サイズもね、結構上がってて、こんな感じで平塚で見ないぐらい真っ白で、雪の上でスキムの板で滑れるぐらいのね、雪が積もってたんですけど、いきなりサイズが上がったってこともあってね、結構ここにね、サーファーが集結してた感じです。もうこんな感じで真っ白なんですが、おそらく10年以上ぶりの多分積雪だと思うんですけど、平塚かなり多くの人がやっぱり集まってた感じですね。ただ難易度が結構高くて、その波があんまり整ってないっていうよりかは結構常にピークが散ってる感じプラスダンパーだったので結構難しい感じでしたね。結局このバックサイドが一番良かったんじゃないかな、この日は。なかなか乗れる本数も少なくてね、結構苦戦していた感じとなってます。再生波とかを狙えたら結構いいかなっていう感じだったんですけど、自分の場合はやっぱりアウトからだとちょっと引っかからなかったので、あんまり上手い人たちはやっぱりみんなアウトから結構乗ってた感じですね。こんな感じでかなり沖側のピークに人集まってるの分かるかな、こんな感じで。でこの辺りね、ちょっと僕もインサイドに戻りながらちょっと流れも多少あったからね、ポジションをいろいろ動いてるっていう感じです。ただやっぱなかなかちょっと本数が乗れなくてね、結構波待ちが長かったんじゃないかなと思います。これはセットじゃなくてもアウトで待ってる人も一緒だったかな。これとかね、こっからね、分かりづらいんだけど、ここでサイド押し的になって横から入ったうねりにちょっと合わせようとしたんだけど、ちょっと難しかったね。これとか面が整ってるけどブレイクが早いんですよね。ワンアクションでコンプリート。このパターンが多かったかな。結構やっぱりアクションをかける前に崩れちゃうことが多かったですね、セット以外は。これはここからパンプで前に出るかどうか。ちょっとできればしなかったけど、いい感じですね。こんな感じでね、ちょっとこの日は日没前のだいたい1時間から1時間半ぐらいかなを目安に狙ってったんですけど、なかなか難しく、なんとかちょっとね、久しぶりのサーフィンサイズあるやつで練習していった感じですね。最後にね、軽くちょっと雪の上でスキムのテイクオフやったりとかしながらね、はい、遊んでいきました。ブーツなしでやってたんですけど、デッキパッドが凍ってましたね。一回濡れて上がってきたら、それぐらい外気温の冷たさがあったんじゃないかなと思います。でこんな感じでね、この日は終わりまして、ここから2月の12日木曜日の波となります。サイズがね、この日も結構あって、場所はコート前なんですけど、朝一サイズが落ち始める前ですねにちょっと遊んできました。ほぼ無人で貸し切り状態。これとかもいいね。ややエアーというか
飛びながらの当て込み。で、着地一瞬耐えてたんでね、ちょっともったいないですね。で、ちょっとインサイドのスキムも様子見しながらアウトに出てきます。これはちょっとブレイク早いかな。基本ブレイクが早かったりとかで、来たらね、ちょっとたるめだけど、まあ、フィンレスの自分の板だったらちょうどいいぐらいな感じの波でしたね。まあ、サーファーの人にとってはやっぱりもうちょい張ってきてほしいというか、もうちょい掘れてきてほしい波だったんじゃないかなと思うんですけど、形いいやつはたるかったりとか、サイズあるやつはブレーキ早かったりとかで、なかなかちょっとね、ちょうどいい波が少なかったんですけど、乗れたらいい波でしたね。これとかもいい感じだね。しっかりよく前出た。さあ、結構形の良さそうな波、いい位置いますね。レールをしっかり入れながら、中分狙いだけど、ちょっとこれは潰れちゃってたね、波が。最後、3小ビットまでチャレンジ。これはグーフィー、切った方が良かったかな。ちょっと、難しい波でしたね。あんまりね、潮は変わんなかったんですけど、やっぱ上げてきちゃうと、ちょっと割れづらくなる上に、割れるやつ全部ダンパーだったので、割れやすい朝市、サイズがしかも残ってたっていうのもあって、結構この時間しかこの日はね、グッドなタイミングがなかった感じでした。こんな感じでちょっとダンパーチックな波がこの後増えていくっていう感じでしたね。これはどっち行くかな？レギュラーかな？これは前に出れそう。だけど、ここの最後のブレイクはね、もうすでにちょっと早いのがわかるかな。なかなかちょっと難易度は高かったんですけど、まあ、しっかり、この2日間、結構サイズがある状態でね、やれた平塚の日をまとめていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。